なかなかうつ病から抜け出せない26歳女性からのお悩みです。こんなお手紙をいただきました。私は5年前にうつ病になりました。去年うつ病から次第に回復し、体や脳が動くようになりました。今は目標を見つけて就職しようと頑張っています。治るにつれて自分に戸惑いを感じるようになりました。以前の自分と違う自分、以前よりも弱くなっていることに気づきました。例えば、がむしゃらに頑張れなくなった。もう一踏ん張りができなくなった。打たれ弱くなった。ストレスに異常に弱い。人が怖くなった。体力がなくなったことです。ストレス耐性をつけよう、思い込みから脱しよう、目標に向かおうと負荷をかけ、思考を変えようとしていますが、気分が落ち込み、体調を崩します。目標があるのにもう一踏ん張りができません。弱くなった自分、年相応なことができない自分が辛いです。そして、いつになったらこのうつ病を克服できるのか、将来に不安を感じています。長文になってしまいました。貴重なお時間を取らせて申し訳ありません。よろしくお願いします。最近、うつの方からの相談っていうのは非常に多いです。で、やっぱりその体の状態、心の状態、もう本当にどん底にあって、何とかしたい、何とか立ち直りたいでいろんな本読んだり、いろんなものを見たり、自分で調べたり、そうやって、この大愚の一問一答にたどり着いていらっしゃる方っていうのは非常に多いんだなっていうことを感じます。とっても辛いと思いますね。だるまさんという、だるま大使と言われるお坊様が昔いらっしゃいました。選挙の時なんかに、だるまですよね。本当にだるまに目を入れるっていうような儀式があったりしますけど、七転び八起きと知られるそのだるまさんというのは実際にいらっしゃったお坊さんなんです。で、インドから中国へ禅というものを伝えたと言われるお坊さんなんですけれども、仏教を伝えたと言われるお坊さんなんですけれど、だるま大師、このだるま様のお言葉にですね、結果自念になるという言葉があります。結果自念になるです。どういう意味かというと、いろいろな物事の結果ですね。その結果というものは自然にその結果が出てくるものであって、必ずしも人間が私たちが努力とか根性でこうしたからというものだけではないということなんですね。そういう言葉があります。で、物事の結果というのは原因があって結果があります。で、その原因というものも一つではなくて、いろいろな要素、いろいろな原因というものが組み合わさって、結果、こうした、状態を得られる。こうした状態になる。で、私たちは、すごく人間のここは、エゴなんですけれど、もう本当に最近、夢や希望やそういったものを持つっていうことが非常に奨励されていろんな本も出てて、で、それはとても大事なことだし、いいことであるし、そうしなければいけない部分っていうのもあるんですけれども、何でも私たち人間というものは、この地球上にですね、ものすごい数はびこって、そして飛行機を作ろうと思ったら飛行機を作って空を飛ぶことができる。宇宙に行こうと思ったら宇宙に行くことができる。何でも頑張れば思う通りにならないことはないんだよ。そういった考え方、自己啓発なんかでよくありますね。で、それも実際間違いじゃない。その通りなんです。私たちはやっぱり頑張って努力をして、そのことによって自分で自分の思ったように結果というものを導き出すことができるよと。そういったことを私たちはいろいろなところで聞いたり、自分にも言い聞かせたりするわけです。でも、例えば、東北で起きた大震災を見てください。世界中でいろいろな戦争が起きています。世界中でいろいろな震災が起きています。ね、実際は人間の力で、あるいは自分の努力でどうこうなることもあるけれども、自分の努力で人間の力でどうこうならないこともあるというのが真実なんです。すべてのことが自分の思い通りになるかったらならないわけですね。で、
だからといってじゃあ自分は努力しなくていいのかっていうところが問題なんですけれども、それは違う。自分で努力しなければいけないし、自分でできることって当然やっていかなければいけない。でも自分ができる努力っていうものは最終的にその結果に対しての一つの要素でしかないんです。で、この一つの要素ですら自分が一生懸命やらなかったら当然その結果というのもならないんだけれども、自分ができる努力っていうものを最大限にやる。だけれども、それだけではどうにもならない様々な要素っていうものがあって、で、いろいろな要素というものが組み合わさって一つの結果になってくる。で、そのことを結果自念になるという言葉でダルマさんはおっしゃったわけですね。で、ここがポイントなんです。ここがポイント。で、私たちは何でも頑張れ頑張れと、私も言いますし、自分にも言い聞かせます。人にも頑張れって言います。だけれども、時に頑張らなくていいよっていう言い方もします。自分に対しても人に対しても。で、それは決して逃げてるということではない。この今の結果、自念になるということ。頑張れという時もあるし、頑張らなくていいという時もあります。で、今、この相談をくださったこの方に私が一番伝えたいことは、頑張らなくていいよということです。なぜならば、本人が頑張ろうとしているから。ね。で、じゃあ、私頑張ってるんだけど、何も努力しなくていいの？そういうことではない。結果自念になるという、この宇宙の法則というものをちゃんと踏まえた上で、今、自分にできることをやってください。ということが、私からのメッセージです。ね、5年前に鬱になって、そして去年ようやく少し上向きになってきたと。そうすると4年間苦しんでいらっしゃるわけですよ。ね、それでこの4年間ずっと症状が続いているところが去年から少しずつ良くなってきたって、これすごいことですよね。例えば、風邪をひいた。ね、風邪をひいて1週間寝込んでたとします。1週間寝込んでるだけでもね、その後じゃあ翌日からもう風邪の調子良くなったよ。もうバリバリ全開で仕事ができますかって言ったらやっぱりできないですよね。バリバリ全開で、フルマラソン走れますかって言ったらやっぱ走れないわけです。たった1週間だけでも床に伏せてたら、その後次の日から全力で頑張れるかって言ったら、やっぱり頑張れないわけです。その間に体力も落ちてる。ね、気持ちも弱ってる。で、それが徐々に回復していくためには時間も必要だし、その時間っていうものを与えてあげなければいけない。で、やっぱりそのうつ病になってしまうっていうことも、自分の頭の中の理想と現実の自分っていうもののギャップに苦しむわけですよね。私はもっとこういうふうにありたい。でも、そうでない自分がいる。で、そうでない自分っていうものを一生懸命、その理想の自分のふりをしている。そう思い込ませようとしている。ここにですね、大きな隔たりとギャップっていうものができるわけです。で、今、本当にうつ病の方っていうのがどんどん増えているということの背景には、この自分が思い通りにできないということと、その自分が思い通りにしたいというこの理想と自分がそうではない、思い通りにいかないっていうこの現実のギャップというものがですね、昔と比べてもうどんどん開いてるんです。なぜならば、今私たちの身の回りにはですね、非常にポジティブな言葉が溢れてます。何でも頑張ればできるんだ。すべて人間の思い通りにできるんだ。実際それはすべて間違いではない。ね。人間は空を飛べるようになった。飛行機が作れる。宇宙にも行けるようになった。いろんなものを作れる。すべて自分の思考っていうものが現実化するんだ。そういった話がもう世の中にメッセージとして溢れてるわけですよね。で、それはあながち間違いではない。けれども、それは結果自念になる。ダルマ大師のおっしゃった結果自念になるという自分の努力というものが他の様々な要素と組み合わさってその結果になるという法則のうちの自分の努力、自分の工夫、その一部でしかないってことなんです。他に様々なタイミングとか、
いろいろな要素、他の人との協調とか、いろんなものが結果、次年になるということの要素としてあるわけです。このうちの自分の努力というものを怠ってしまったら、当然他の要素があっても、結果は次年にならないよという意味においてですね、自分のなすべきことっていうことをちゃんとやりましょう。そうすれば、不思議といろんなものが組み合わさってきて、きちんと結果になるよ。そのための自分の努力っていうものを一生懸命やりなさいというのがですね、ポジティブなシンキングであったり、自分のできること、思考は現実化するということであったりということなんです。植物を育てることを考えていただいたらわかると思います。自分が例えばリンゴの木を作って、リンゴの実を木に実らせようと思ったとします。その時に自分がですね、木の苗を買ってきて、それを植えて、一生懸命ですね、工夫をして努力をしてってやっても、例えば天気が非常に寒い日がずっと続いてしまって、日光がきちんと照るという時間がほとんどなかったら、美味しいリンゴっていうのは実らないわけですよね。で、逆にカンカン照りで雨も降らないっていう時はずっと続いても、やっぱりリンゴの木は実は美味しく実らないわけです。私たちが肥料をやったり、温度管理をしたり、いろんなことの工夫をしても、やっぱり大自然のいろいろな他の要素、土の栄養分であったり、天候であったり、日光の照る時間であったりとか、温度であったり、いろいろ私たち人間では操作できないということ。で、そのことによってですね、大きく、人間の努力だけではならないことというのがあるわけです。で、うつ病というのもそうです。自分がそうなろうと思ってなったわけではない。様々ないろいろな要素が組み合わさって、結果、うつ病になってしまった。で、そこから今度抜け出そうとするときに、また自分の気持ちだけで、自分の努力だけで、またそれが良くなっていくかって言ったら、やっぱり、それだけではない。なので、私があなたに伝えたいこと、この方にね、伝えたいメッセージとしては、もう、今のタイミングで頑張ろうとしてる。だけれども、理想と現実っていうもののギャップが、どんどん、今開いていっている世の中の中で、今までずっとうつ病で少し良くなり始めて、まだ体力も当然落ちてますよね。長続きしないのも当然です。ね、体力がない。それから自分が社会復帰をしていくっていうこと、打たれ弱さもある。当然の話です。体も弱ってるし、心もまだ弱ってるわけですから。で、この方の問題というのは何かって言ったらですね、今言った理想と自分の現実というものの差、この差を一気に埋めようとしていらっしゃることなんです。で、この理想と現実の差っていうものを一気に埋めようとする。鬱になった時もそうだったと思うんですね。今、抜け出そうとする時も同じこと。自分の理想と現実というものは違うということをですね、あまりにも真面目に捉えすぎてしまったことによってですね、思うように動けない自分というものに失望して、だんだん心が病んでいってしまうという状態ですね。だけれども、今度、その鬱から回復しようとするときも、また同じことをやろうとしてしまっている。鬱ではない自分っていうものを理想を立てて、そこに対して無理に自分自身を動かそうとしている。ここに徐々に階段を作って登っていく。自分のできることを、今できることを頑張っていくと。今できることをやっていく。一気にここを飛び越えていかない。ここは本当に大切なことです。5年前と比べたら、随分良くなった自分というものを自覚していらっしゃると思うんですね。でも、すぐに回復しない自分というものを、すぐに回復してバリバリ働ける自分というものの、その理想の自分というものに無理やり当てはめようとしたら、また逆戻りをします。ですから、解決策として、提案したいことっていうのは、大きいことを考えないってことです。頑張らなくていいってことです。で、とにかくですね、ちっちゃいことからやってください。で、これ本当に世の中の風潮として、大きなことを考えなければいけないと思っちゃうんですね。でも、大きなことっていうものも、ちっちゃいことの積み重ねでしかないです。そして、
何でも知りたい、何でもできる自分、いろんなことを知っている自分、万能な自分、これはもう人間のエゴでしかないです。すべてのプロフェッショナルと言われる活躍している人たちは、世の中に膨大にある分野のほんの一具、5ミリぐらいの分野しかやってないです。全部のことできてないです。私も一緒。全くできてないです。あれもこれもできる自分かって全く違います。ほんと重箱の隅っていうぐらいのわずかな隙間。その隙間においてですね、自分のできることをやっていく。これが人間の現実であり、人間のあるべき姿なんですね。あれもこれもこれもできる。何でもできる。すべてのことを全部万能にできる。そんなのエゴでしかないです。そんなにスーパーマンみたいな人たまにいるかもしれませんけど、なんか突然変異みたいなもんです。ほとんどの人たちはそうではない。で、そうではないっていうことがまた大事なんですね。やってうまくいかない。当然です。で、とにかくちっちゃなことを積み重ねていくっていうことです。で、じゃあ、どんなことって言ったときに何でもいいんですよ。この鬱である時間、自分がなかなか社会復帰できないというこの時間、これを絶対に無駄にしてほしくないんです。で、その間に、本当何でもいいですよ。洗濯物を今までないぐらいきれいに畳む。部屋を今までないぐらいきれいにする。ね。例えば、自分の押し入れの中を今までないぐらいきれいにする。そんだけでもいいんです。自分に料理を作る。その料理を今までないぐらい美味しいカレーを作ってみようと思う。そんなちっちゃなことの積み重ねっていうものが、いつか社会復帰をまたしたときにですね、ものすごく大きな力になってきたり、ちっちゃいことでいいから自分が一個一個、自分の身の回りのことでいいんです。それを終わらせていくっていうこと。よりよくできるようにしてみるとか、昨日と違って1を加えてみるとか、そういったことが生きるということなんですね。で、そのちっちゃな誰の他の人に評価されるようなことでもない努力っていうことを積み重ねていくっていうことが社会に出たときに、この人ほどカレーの味にこだわったことないねっていう人がカレー屋さんになっていったり、この人ほどこんなちっちゃいことにこだわったことないねっていう人が、ね、その道のプロフェッションになっていったりするわけです。最後に一つだけその例をお伝えしたいと思います。私の一つのね、例です。ちっちゃなことと積み重ね。世の中にいっぱいね、そういう人たちいるんですけれども、あんまりビッグネームの有名な人だとその人は才能があるって思ってしまうので、私の大学時代の先輩に、ユウさんという人がいました。男の人です。先輩ですね。で、このユウさんという人は、ユウ先輩は何で知り合ったかって言ったら、サンスクリット語という、仏教学部で勉強しているときに、インドの昔の言葉でですね、サンスクリット語っていう言葉があって、で、このサンスクリット語っていう言葉の語学の授業に私がついていけなかったんですね。で、このユウ先輩はですね、このサンスクリット語というものを、サンスクリットの授業についていけない生徒たちを集めて教えてくれる先輩だったんです。で、この先輩がですね、極秘の、テキストを作ってくれるわけです。で、このテキストはですね、このテキストに従って勉強していくと、サンスクリット語ができなかった人がですね、本当2ヶ月、3ヶ月ぐらいで、1年間かかってできなかった人が1ヶ月、2ヶ月ぐらいね、早い人だと。で、なるほど、こうやって読んでいけばいいのかっていうことがわかるっていうぐらい、ものすごいテキストなんです。で、その先輩に聞くと、いろんなことを教えてくれて、こういうふうにして読むんだ、こういうふうにして読むんだって、もう本当に私も尊敬してたんですね。で、じゃあ、この先輩は非常に学校の成績が優秀だったかって言ったら、実は違うんです。このユウ先輩は、実はですね、大学にですね、本当は4年生大学だったら4年間で卒業じゃないですか。ところが、あの方は私がいらっしゃった時点で、6年生大学6年生、一般4年生大学なんですけども、6年生か7年生ぐらいだったかなだったと思います。ですから、普通の人よりも2年も3年も長く大学にいらっしゃるんですよ。で、なぜかって言ったら、この方ですね、本当に真面目な人だったんですね。で、ところが、学校に行けなくなっちゃったんです、ある時期。で、なぜ行けなくなったかって言ったら、
これまたちょっと仏教の勉強する人には必須の言語があってですね、パーリ語という言葉があるんです。で、このパーリ語という言葉の授業についていけなかったんですね。ついていけなかった。それで、ついていけないもんですから、学校の成績当然取れないっていうことで、そのパーリ語の授業というものが成績が悪いがためにですね、それを気にして、他のこともあまり成績が良くなくなって、で、学校に行けなくなっちゃったんです。でそこで、弟さんがいらっしゃるんですけども、この弟さんって人が、また、当時高校生だったんですけれど、やっぱりですね、いろいろとあって、ちょっとぐれてしまったというか、学校にまた行けなくなってしまって、で、この弟と自分のところへですね、両親の元から引き取ってというか、お兄ちゃんが引き取って、で、弟と一緒に暮らしてたんですね。で、弟が学校に行けなくなった。自分も学校に行けなくなった。っていうので、ずっと弟の世話をなさってたんですよ。で、やっぱり弟にですね、やっぱりずっと兄弟男二人で、お兄ちゃんのアパートに住んでてもしょうがないので、で、不登校になってしまった弟と、やんちゃな弟とですね、お兄ちゃんと二人でいるっていうので、親代わりになって、この弟をもう面倒見始めたんです。で、私たちも時々呼ばれてパーティーに行くんですけど、すごいんですよ。餃子も皮から作るんです。例えば餃子パーティーやろうって言ったら、餃子を皮から作るんです。で、そこへ弟さんと一緒になってですね、餃子の皮を作って、で、餃子を作って、僕らと一緒にパーティーやって、みたいな感じで随分楽しく、その時期を過ごさせてもらったんですけど、本当に優しい人で、もうね、なんかその人のところに行っていろんな話聞いたり、いろんな勉強したりっていうことを私も他の子たちもですね、大学生も楽しくてしょうがないっていうぐらいの人なんですけど、ただこの人はですね、学校にずっとそうやって行けない弟、そして学校に行けない自分っていうものをずっと家にいて、だんだん1年が過ぎ、このままじゃいけないと、2年が過ぎ、このままじゃいけないっていうふうにして思い始めたわけですよ。で、そこで、このパーリ語っていうものからいつまでも逃げてたら学校卒業できないし、そういう逃げてる自分っていうものを弟に見せちゃいけないっていうことで、このパーリ語の教科書というのをですね、わからないなりにずっと眺め始めたんです。そしたらあることに気づいた。何に気づいたか。こんなわかりにくい教科書を書いてる先生が悪いってことに気づいたんです。で、そこでですね、これはこの教科書が理解できない自分がバカなんじゃなくて、こんな分かりにくい教科書を書いている先生がいけないんだっていうとんでもない結論に至ったわけです。そこでこの人、何をしたかって言ったら、このパーリ語の教科書っていうものをですね、先生の表現を自分に分かるようにずっと書き直し始めたんです。そしたら、わけがわからない表現をしてたっていうことを分かりやすい表現に変えたら、なんか分かってきた。というところで、いつの間にかオリジナルのテキストを作ってしまったんです。で、これをですね、サンスクリット語というものにも応用したりして、私たち、やっぱり授業についていけない学生に教えるようになっていったんですね。で、最近コンタクト取ってないんですけども、その後、この方は最も苦手だった語学っていうものを武器になって、最終的には翻訳者として活躍されてたということを聞いてます。で、今の話、ね、ちょっと、私の先輩の話なんですけれども、自分が最も苦手だったことが、社会に出て武器になっちゃったんです。で、ちょっと飛躍した話のように思えるかもしれませんが、そんなことなんですよ。鬱であるっていうことから立ち直るヒントってそんなことなんです。会社に行ってみんなと同じように働けない。バリバリ働けない。だからダメか。いいえっていうことです。いいえっていうことなんです。会社に行って、本当にいろんなことにもう時間がない、あれだ、こうだ、これもって言って、バタバタしてる人に比べたら、いっぱい時間があるわけです。で、このいっぱい時間がある自分が、自分の中で何ができるのかって言ったときに、そこにね、徹底的に向き合ってほしいわけです。何にもできない。でも頑張りたい。ね。じゃあ、何やるかと。今自分が家の中でできることしかないわけです。でもじゃあ、今自分が家の中でできることっていうのはくだらないことなのか。とんでもありません。世の中見てみてください。
こんまりさんって言ってベストセラーになった片付けの魔法ね、その人生がときめく片付けの魔法ってベストセラーになった方。何かあったら、本当にオレンジページ、お母さんの読んでる主婦の読む雑誌が大好きだったんです。で、それ雑誌をいつも趣味で読んでるうちに、あんなベストセラー作家になっちゃったんです。片付けに関しては誰にも負けませんっていうものができちゃった。栗原はるみさんって私の尊敬する女性で、料理研究家の方いますね。栗原はるみさんは主婦なんです。本当に私は主婦。でもスーパー主婦なんです。栗原はるみさんが自分は料理研究家じゃない。主婦なんだと。だから主婦が主婦として愛する家族に作れる料理っていうものを徹底的に研究していった結果、料理研究家のと、周りの人からね、料理の得意な栗原はるみさんという評価になった。自分の身の回りに靴下洗うことでもいい、自分のパンツ洗うことでもいい、歯磨くことでもいい、誰よりもきれいに歯を磨こうと。自分ができることを一個ずつ積み重ねていくっていうことが人生を積み重ねることになるし、自分に何よりも自信を与えることになるんです。いろんな話をしましたけれども、人の評価なんて何も気にしなくていいです。自分ができることを終わらせてください。自分ができることを次の日、今日よりもより一歩進めて、もうちょっとこうしようって工夫を加えてみてください。おそらくそうやって1週間、10日、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月やっていくうちに、だんだん体力がつき、工夫力がつき、自分に自信が生まれ、社会に出ていくという準備ができるようになります。くれぐれも今はまだ病み上がりの状態です。急に理想の自分に向けて一気に飛躍しようと思って頑張ったらまた逆戻りしてしまいます。他の人の評価は気にしない。とにかく自分が自分の生活の中で自分の生活をより良くしようと思うということが積み重なって自分の自信になり、社会に入れていく準備というものができるんです。くれぐれも頑張らない。ね、今できることをやる。甘えたかったら甘えられる人に思い切り甘えたらいいです。結果、自然になる。結果、自然になる。そう自分に言い聞かせて、今、家の中で自分ができることを、自分ができる工夫で終わらせてみてください。その積み重ねが必ずうつからの脱出につながっていく一歩に確実になります。頑張らなくていいです。結果、自然になります。どうぞゆったり構えて、今できることを終わらせていく。そういうつもりで今日一日をお過ごしください。